その壁は人々に100年の安寧の時を過ごさせた。支配されていた恐怖も囚われていた屈辱も忘れさせて。だがその壁が巨人によって破られた時、人類の戦いは始まった。そして兵士民間人を問わず多大な犠牲を出しながらも人間の中に紛れ込んでいる巨人の存在を知り、ついにその一人であるアニレオンハートを捕獲することに成功したのは、壁が破られてから5年目のことである。だが人類の次なる脅威はこの時すでに迫っていた。あれ、巨人なんだ、壁の中にまさか。分隊長、指示を。何？ちょっと待って。あれはたまたまあそこだけにいたの？それとももしそうじゃなきゃ。ニック氏さ当てるな、あの巨人に日光を当てるな。壁の巨人はとりあえずシートで覆うことになりました。本格的な作業は日没後行います。そうか。これは一体どう考えれば。壁の中に巨人がいるなど想像も。想像していた者などいない。知らない者と知っていた者がいるだけだ。一体どうなってるんだ。ここで巨人と戦闘が行われたのに何の説明もなしだ。まあね。でも一番嫌なのはさ、こんだけ死んでんのに実は理由がありませんでしたってことかな。さて、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は
何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は忙しい。教会も信者もめちゃくちゃにされた。貴様らのせいだ。後で被害額を請求する。さあ、私を下に下ろせ。いいですよ。ここからでいいですか？分隊長、夜な。ふざけるな。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。いいか、お願いはしてない。命令した。話せと。そしてお前が無理なら次だ。何にせよお前一人の命じゃ足りないと思っている。手を離せ。今話していいか？今だ。分かった。死んでもらおう。ハンジさん、私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。だから今この手を離せ。神様。嘘冗談。ねえニック夫妻、壁って全部巨人でできてるの？分隊長。ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。早くエルヴィン達者に。早くウォールローズに巨人が。こっから南行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷も近いですね。くそ、なんで帰っちゃダメなんだよ。夜に抜け出してやろうかな。私なんてまともな人間になるまで帰ってくるなって言われてるんですよ。俺はお前みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。10番内の成績で兵士になった。だから村に帰って見返してやんのさ。コニー、お前が本気なら協力するぞ。あ、なんだ？おかしいと思わねえか？なんで私服で待機なんだ？兵団服も着るな、訓練もするなだぞ。さらに疑問なのは上官たちの完全武装だ。ここは前線でもねえ、壁の内側だぜ。何と戦うってんだ？この辺りは熊が出るからだな。ええ、熊ですね。熊なら鉄砲でいいだろう。足音みたいな地鳴りが聞こえます。何言ってんだサシャ。ここに巨人がいるって言いたいんなら、そりゃウォールローゼが突破されたってことだぞ。ミケ。トーマ、早馬を出せ。お前を含めて4機。各区に伝えろ。おそらく104機調査兵団の中に巨人はいなかった。南より
巨人多数襲来。ウォールローゼは突破された。本当です。確かに足音が。全員いるか。七葉さん。500メートル南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきてる。君たちに装備させてる暇はない。直ちに馬に乗り付近の民家や集落を走り回って避難させなさい。いいね。南方から壁が壊されたってことなのか。さあ動いて。残念だけど仕事が終わるまで昼飯はお預けだ。ミケ。前方あの一帯に9体いる。ウォールローゼは突破されてしまった。私たちは巨人の秘密や正体に一切迫ることもできないままこの日を迎えた。私たち人類は負けた。いやまだだ。人は戦うことをやめた時初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あの巨人たちが林まで到達したら一斉に離散する。それまでに4つの班を構成する。104機と武装兵で構成した班を東西南北に分ける。戦闘は可能な限り回避し情報の拡散に努めよう。誰かこの地域に詳しい者はいるか。はい。北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコニーも。コニー。南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くの村を案内できます。その後俺の村に行かせてください。分かった。南藩の案内はお前に任せたぞ。はい。コニー俺も行く。多分南は一番危険だ。巨人がいっぱいいる。何言ってんだ。さっき抜け出しに加担すると言っただろう。お前はどうするベルトルト。もちろん僕も行くよ。分かってると思うが今日は人類最悪の日が更新された日だ。そして人類史上最も忙しく働くべき時が今だ。巨人どもが林に到達したぞ。離散せよ。最高速度で駆け抜けろ。なぜだ巨人が一斉に。早い。追いつかれる。ゲルガー南藩はお前に任せた。ミケさん了解。ミケ分隊長がおとりになったの。一人じゃ無理だ。俺もダメだ。こっちも人数が必要だ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だ。きっとうまく切り抜けて戻ってくる。もうエレン、あんたまた喧嘩してきたのかい。あのバカどもがけしかけてきたんだ。なめられてたまるか。それでまたミカサに助けてもらったんだろう。ありがとう。
エレン、どんなに相手が悪くて憎たらしくてもね、突っかかりゃいいってもんじゃないんだよ。あんたは男だろ。たまにはこらえてミカサを守ってみせな。それ落ちたぞ。疲れてんだろ。部屋行って寝ろよ。ごめん、平気。それもうボロボロだな。今度支給品に新しいのあったらもらっといてやるよ。ミカさん、大変なことになった。巨人がボールローゼに。ったく休ませてくれねえな、巨人ども。行けるか。行くしかないだろう。104機の監視に三家分隊長が当たったのは正解でしたね。どうにか持ちこたえられるかと。ああ、だといいが。あと4体。いや、潮時だ。十分時間は稼いだ。ただ気がかりなのはあの気候種。何か妙だ。17メートル以上あるのか。でかい。獣のような体毛で覆われている巨人など初めて見る。こちらに近づくでもなく、ああやって歩き回ってるあたり、気候種に違いないのだろうが。よし、よく戻ってきた。ここで夜まで耐える必要はなさそうだな。もう狙った。そんなまさか。俺今待てって言ったろう。うわ、その武器は何て言うんですか？腰につけた飛び回るやつ。
同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。つうか剣とか使ってんのか。やっぱうなじにいるってことは知ってんだね。まあいいや、持って帰れば。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。もう動いていいよ。やっぱ喋れるじゃん。しかし面白いこと考えるな。ウォールローゼ内に突如巨人が出現した。その急報を伝えるべく各地へと散っていく104期生たち。エレンたちも救援のために出発する。そして故郷へと戻ったサシャは自らの過去と向かい合うことになるのだった。次回、ただいま。